おだつこんちは、こんばんは、ポテトでしょ。ポテトぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、フィニスについて調べてみたやっていきたいなと思います。ということで開幕って感じなんですけども、めちゃめちゃ細かい修正とかね、いろいろ入りましたよね。ただいろいろ追加されたんですけども、その中でもですね、やっぱりフィネスの部分、ここはねちょっとやっておきたいなと思って調べてみたらですね、知ってるようでね、案外知らないこと多かったんで、ちょっとまず動画にしていこうかなと思います。知ってる人もですね、結構面白いと思うんで、ぜひ見ていってください。はい、ということで検証方法というよりはですね、分かったことをですね伝えていきたいなと思います。大きく分けて3つですね。使う足について、位置関係について、案外見逃しがちな操作についてということで、この3つについて、詳しくやっていきたいなと思います。まず1つ目ですね、足についてなんですけども、これご覧の通りですね、左側に行くときですね、右足を使いますよっていう感じですね。左側に行く時っていう表現が正しいのかどうかちょっと何とも後でまた説明しますけどもね。はい、で正面とかですね、あとは真後ろもそうなんですけども、この時は利き足になっていきますよと。足裏使ってね、こんな感じで後ろもね、はい、右利きなら右足って感じですね。逆足ヒントとかも関係なさそうでしたね。マルディーニとかでやっても変わんなかったですね。で右側に行く時は左足を使っていきますよという感じですね。はい、そんな感じになりました。でこれが一応なんとなくでやってみた図ではあるんですけども、こんな感じですよね。このピンクのところは右足、黄色のところは左足って感じになっていきます。でこれ、利き足の部分なんですけど、ほぼまっすぐは利き足って感じですかね。若干ね、どっちかのゾーンに入ってても利き足を使ってるような感じになっていましたね。であとね、逆足精度とか関係あるのかなと思ってね、ちょっとファンダイクとかでこういう風にやってみたんですけど、これ見る限りなんですけど、そんなに変わんなそうだ、精度は正直変わらなそうだなっていう感じしましたね。でその後のドリブルとかもちろん変わるとは思うんですけども、なのでフィネス自体は変わらなそうだなって感じになりました。で今度は位置関係についてということですね。これどういうことかというとですね、この1の図ともちょっと関係はしてくるんですけども、要はですね、ボールの場所によって、変わってくるよという形になっていきます。どういうことかですね、ちょっと具体的に見ていきたいなと思うんですけども、メッシのこの体の向きにねちょっと注目してもらいたいなと思うんですけど、今こう横向きになっていて、ここで後ろ向きになりましたよね。はいはいはい。でこれどういうことかってことなんですけど、ちょっとねさっきの図軽く雑ではあるんですけど重ねてみたんですけど、こういう感じでですね、わかりますかね、この感じ。詳しく見ていきましょう。まずここの時ね、この時は左斜め前、メッシから見たら左斜め前に行くので、インステップを使ってタッチしていっていますと。でこのまま行くとですね、ゴールを横切った後ぐらいからやっぱりインサイドですね、横を使ったインサイドになっていきます。横向きですね。でだんだんこの辺りからですね、今度は後ろ向きになっていくということですね。足裏になっていくって感じですね。ゴールとボールの関係性で変わってくるという形になっていきます。際どい角度で見よっていくと、ここまっすぐなんですけど、ここ通過して横になって、ここ通過して後ろ向きになってみたいな感じですね。はい。なのでですね、これサイドでフィネスをすればおのずとですね、インサイドタッチになっていくという形になっていきます。逆にサイドで足裏を使いたい場合はですね、タッチライン側ですね、方向にやらないとならないという形になっていきます。であとはゴール方向に背を向けてフィネスっていうのはできません。なのでそこはね注意していただければなと思いますね。で最後ですね、案外見逃しがちな操作についてということで、フィネスはしたい方向にはフリックするだけでもちろんできるんですけども、これ実はね1回だけでいいんですよ。1回やるとね永遠とやります。こんな感じで一回パッてフリックすると、これもう何も操作してないですからね。このままずーっとずーっと後ろまでどこまででもやっていきますね。はい、こんな感じになっていきます。だからタッチするたびにフィネス操作しなきゃダメかみたいなのあるんですけど、それ必要ないっていうことですね。なので何ができるかっていうとですね、フィネスを操作した後は次への動作のタイミングだけに集中ができるということになっていきますので、そこはねむしろメリットとして捉えていただけたらいいのかなと思います。はい、というところで今日は結論です。
フィネスドリブルは周りの状況把握、状況判断がしやすくなるドリブルとします。はい、ということでですね、見ていただきましたけども、やっぱフィネスいいよね。絶対使いやすいなと思いました。まとめておくとですね、ゴールとボールの位置関係で決まってきますよということと、常にゴール側を向きますよということ、そして逆足頻度精度は関係ありませんよみたいなところですね。この辺を押さえておけばですね、大体大丈夫かなと思います。で特に場所とかによって、この角度とかによってね、足裏とかなるのも面白いところというかね、そんな感じになってますね。でフィネスからのチョップタッチとかもちろん使いやすいだろうしね。で逆に狙いすぎるとそこがまた読まれちゃったりするのもまた面白いなと思います。はい、ということでこの辺はですね、参考にしていただいて、よかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。またちょっとね、いろいろやっていきたいなと思いますけども、今回ちょっととりあえずフィネスやっておきました。ということで最後雑談して終わりたいなと思います。ここから雑談になっていきますけども、ちょっと気になることいっぱいあるかなと思います。フィネス自体の発動までの時間差生まれるのかなとか、ただフィネス自体のスピードはねそんな変わらなそうだなとかね、いろいろ思ってはいるんですけどね、ちょっとそこはまた詳しくやっていきたいなと思います。であとね、フィジカルとかもかなり気になってるとは思うんですよね。やっぱ皆さんもそうだと思うので、ここはまた今やっております。やっていきたいなと思います。まとめてね、あと動画にしていきたいなと思います。で前回と同じようなね、フィジカルのこの検証をやっていくことで見えてくるのかなとかね、またちょっといろいろやり方変えなきゃいけないかなとかね、考えてはいますのでね、はい、その辺やっていきたいなと思います。他にもですね、ゴールキーパーのモーション増えたよとかね、パントキック増えたよとかね、いろいろあったりもするので、その辺はちょっとまたねやっていきたいですね。他にも何かあったかな。あとは実際皆さんこう使ってみてどうですかね、使用感とかなんかこうなったよねとかがあればですね、ぜひ教えていただきたいなと思います。またちょっとね24にやったような内容っていうんですかねはちょっとある程度やった方がいいかもしれないですね。ゴールキーパーだとかパスだとか、決定力だとかね、この辺はちょっと、ある程度やった上で今どう変わったのかなっていうね、状況把握みたいなのはしといた方がいいかなと思います。はい、ということでその辺でですね、また今後もねいっぱいやっていきたいなと、できるだけやっていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。寝起き一発目でやってるから全然声出てないと思う。ごめん。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、というところでですね、今日はフィネスドリブルについてやっていきました。ちょっとね思ったより面白かったんで先にねこっち動画にしちゃいましたけども、またちょっとねフィジカルとかはやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。